おはようございます。ケンです。今日は先週1週間のテスラの動きをまとめて振り返っていきたいと思います。今回のテーマはとてもシンプルです。テスラは本当に減速しているのか、それとも次のフェーズに入っただけなのか。先週は Q4 決算が出て株価を下落し、批判的な海外メディアではもう成長は止まったんじゃないか。やっぱりテスラは EV メーカーとしては限界なのではないか。そういった声が増えた1週間でした。ただ、もし皆さんが数字だけを見てそう感じるとしたら、それは少しもったいないかもしれません。今日は先週1週間に起きた出来事を単なるニュースの羅列ではなく一本のストーリーとして整理しながらテスラオーナーの方、そしてテスラ株を持たれている方が見てよかった、理解が深まった、そう思ってもらえるような振り返りをしていきたいと思います。ではまず最初に先週何が起きたのか、これをざっくり整理していきます。一言で言うと数字は弱く見えた。でも水面下では別の動きが進んでいた。そんな1週間となりました。年末年始にかけて出てきたニュースを振り返ると Q4 の納車台数は市場コンセンサスをわずかに下回った。それを受けて株価は430ドル台へ下落、未達、失速っていう言葉が目立った。一方、同じタイミングで世界累計生産台数は900万台を突破。モデル Y は3年連続で世界で最も売れた車。FSD は無介入でアメリカ横断を達成。エネルギー事業は過去最高を更新。こうしたニュースも同時に出てきています。正直、かなり分かりにくいですよね。いいのか悪いのか、成長しているのか止まっているのか。今日はこの分かりにくさそのものを一つずつほどいていきたいと思います。まず避けて通れないので Q4 決算の数字、これを整理しておきましょう。今回の Q4 の数字は生産台数は約43万4000台、納車台数は約41万8000台、そしてエネルギー貯蔵の展開量は14.2 ギガワットアワー。これはテスラとして過去最高の数字です。ここでよくある誤解が一つあります。それは納車が未達だったっていうのがテスラの生産能力が落ちているっていう見方です。ですが今回の数字を見ると生産台数の方が納車台数を上回っています。これは何を意味するのか、簡単に言うと工場が止まっているわけでも生産能力が落ちているわけでもないということです。売れなくなって作れなくなったんではなくて、需要とタイミングのズレが出ている。この表現の方が実態に近いと思います。では、なぜ Q4 は弱く見えたのか。ここで重要なのが Q3 と Q4 をセットで見るという視点です。複数のアナリストが指摘しているのは Q4 が弱すぎたというよりも Q3 が強すぎた可能性があるという点です。税制や補助金の影響で本来 Q4 に出るはずだった需要の一部が Q3 に前倒しされた。その結果 Q3 が強く見え Q4 が相対的に弱く見えた。もし Q4 だけを切り取って評価すると急に失速したように見えますが、Q3 と Q4 を合わせてみるとそこまで極端な変化があったようには見えません。ここは冷静に押さえておきたいポイントです。では次に考えたいのが、テスラは EV メーカーとして本当に弱くなったのかという問いになります。もしテスラだけが大きく数字を落としているなら、それは深刻な問題です。ですが、今の EV 市場全体を見渡すと、多くのメーカーが需要の劣り場に直面しています。価格競争、補助金の変化、金利環境、これはテスラだけの問題ではありません。むしろその環境の中で生産は維持されている。主力モデルは依然として売れている。致命的な崩れは起きていない。ここまでを見るともう終わったというには少し無理があるように感じます。ただここで一つどうしても引っかかる違和感があります。それは市場は本当に重要な数字を見ているのかという点です。先ほど触れたエネルギー事業 Q4 のエネルギー貯蔵は 14.2 ギガワットアワーと過去最高を更新しました。にもかかわらずこの点は株価の反応には
ほとんど反応されていません。それはなぜでしょうか？理由はとてもシンプルです。多くの投資家が今でもテスラを車の会社として見ているからです。納車台数が全て車が売れたかどうかが評価の中心。このフレームで見ている限り、エネルギー事業の伸びはどうしても軽く見えてしまいます。ですが、ここからが今日の動画で一番伝えたいポイントに入るんですけれども、テスラは今も EV メーカーであることは間違いありません。ただ、それだけの会社では少しずつなくなりつつあるんです。エネルギー事業は四半期ごとに存在感を増しています。しかもこの分野は価格競争に巻き込まれにくく、インフラに近いビジネスです。ここにテスラの次の顔が見え始めています。では次に、なぜイーロン・マスクさんは EV の販売台数をそこまで追っていないのか、この点を整理していきます。ここを理解するかどうかでテスラに対する見方っていうのも大きく変わります。最近のイーロン・マスクさんの発言を振り返ってみると、彼はほとんど今期は何台売れました、シェアが何%ですという話をしません。代わりに語っているのは FSD、自動運転、ロボタクシー、AI、ロボティクス、このあたりです。これは偶然とかではないんです。テスラの中では EV の販売台数はすでに目的ではなくなっている。その可能性が高いからです。少しわかりやすく整理します。従来の自動車ビジネスっていうのは1台売って終わりです。どれだけいい車を作っても売った瞬間に基本的な収益は確定します。ですが、テスラが目指しているのはその先の世界です。FSD というソフトウェア、常にアップデートされる AI、将来車が走ることで価値を生むネットワーク、この世界では重要なのは何台売れたのかではなくって、どれだけ走り、どれだけ使われたのかになってきます。ここで登場するのが FSD とロボタクシー、そしてサイバーキャブです。FSD は単なる運転支援機能ではありません。よく完全運転はいつなのかという議論になりますが、実はそこが一番重要ではないんです。重要なのは、すでに日常の移動に組み込まれ始めているという事実になります。アメリカでは無介入での長距離走行が達成され、ヨーロッパでは公共交通の一部として FSD が使われ始めています。これは未来の技術から使われる技術への移行です。そしてここでWaymo との比較っていうのがよく出てきます。Waymo は特定のエリア、特定の条件で非常に完成度の高い自動運転を実現しています。一方でテスラはどうなのかというと、量産者、一般ユーザー、ソフトウェアのアップデート、テスラが狙っているのは完璧さよりもスケールなんです。どちらが正しいという話ではありません。ただ、世界中に広がるかどうかという視点で見ると、テスラの戦略は全く別の方向を向いています。この流れの中で非常に重要なのがサイバーキャブの存在です。サイバーキャブはハンドルもペダルも持たない完全にロボタクシー前提の車両です。ここで多くの人が一つ大きな勘違いをしています。それはサイバーキャブが何台売れるのかという見方です。実はこの問い自体がもう少しずれています。サイバーキャブは1台売って終わりの車ではありません。1台が何年も走り続け、何十人何百人もの移動を生み、その度に価値を生む存在なんです。つまり、これからのテスラにとって重要なのは、販売台数より稼働率です。個人向けの車は1日のほとんどの時間、止まっています。ですが、ロボタクシーになれば、ほぼ一日中走り続けることができます。この構造を考えると、台数が伸びないっていうのが成長が止まったとは必ずしも言えなくなります。そしてもう一つ、見落とされがちですが、非常に重要なのがテスラのセマイです。テスラのセマイはすでに DHL の物流現場で実運用に入っています。物流の世界は理想論では動きません。本当に走るのか、本当に積めるのか、本当にコストが下がるのか、これがクリアできなければ採用されることはありません。DHL が使っているという事実はそのハードルを超えたことを意味します。そしてここで重要なのはテ
テスラセマイもまた1回売って終わりの商品ではないという点です。将来的には自動運転、エネルギー管理、ソフトウェア、物流が自動化されたとき、コスト構造は根本から変わります。テスラは今、移動と物流の OS を作る会社へと立ち位置を変えつつあります。では、テスラオーナーの方はこの1週間をどう見ればいいのでしょうか。FSD が進化すれば運転の負担は確実に減ります。将来的に日本で FSD が解禁されれば高齢者の事故、地方の交通問題、こうした課題にも大きな影響を与えるはずです。これは単なる便利機能ではなく社会の構造を変える話です。次にテスラ株を持っている投資家の方です。正直に言います。今のテスラは短期で分かりやすく上がる銘柄ではありません。四半期ごとの数字に株価は大きく反応します。ボラティリティも高いです。ただし、この局面は信じられるかどうか、これが問われる時間帯でもあります。FSD は本当に社会実装されるのか、ロボタクシーは法規制を突破できるのか、人々は自動運転を受け入れるのか、これらにイエスと答えられる人にとっては、今の不安定さはチャンスにもなり得ます。逆に数字が減ったっていうのが終わりという見方しかできない人にとっては、今のテスラは非常に不安定に見えるでしょう。ではそういったことを踏まえて最後に先週1週間のテスラを一言でまとめます。テスラは減速しているわけではありません。評価軸が切り替わり始めているだけです。EV メーカーとしてのテスラは成熟期に入りました。AI と自動運転、そしてインフラ企業としてのテスラはようやくスタートラインに立った。この2つが同時に起きているからこそニュースが分かりにくくなっているんです。2026年、サイバーキャブが街を走り始めた時、テスラのセマイが自動で物流を回し始めた時、その時2025年の減速っていうのはただの通過点だったと振り返ることになるかもしれません。では、そういったことを踏まえて最後に皆さんに問いかけたいと思います。皆さんは今、テスラを EV メーカーとして見ていますか？それとも AI と移動インフラの会社として見ていますか？この視点の違いがこれからのテスラのニュースの見方を大きく変えていくと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これを見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 475.19 ドルで、今週末が 438.07 ドルということで、正解は下がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきます。今回は644票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 65% ですが、正解は下がると答えられた 22% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが6名の方が正解となっております。そして大輔斉藤さんが6週連続正解と過去最高記録に並びました。素晴らしいです。7週連続はまだ誰も達成していないので、来週がどうなるのか非常に楽しみだなと思います。このアンケートですけれども、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や
分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じて、ご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。